エラーが多いとかって書かれていたりして、ちょっともう力尽きました。後ろのところのこのたるみが綺麗なんですよ。さすがステイト。今年の4月から上野の美術館でアンドリュー・ワイエス展っていうのが始まるんですけど、私はそれを見に行くのをすごく楽しみにしていて、前売り券ももう買って待っているんですけど、庭園美術館の展示を見に行った時に、それを見に行く日を目標にショールを編んでたんですけど、それが結構自分には良くて、目標が定まっているとなんか楽しく編めるしいいなと思って、なので今回の展示もそれを見に行くように何か作ろうかなと考えています。それで、図書館でアンドリュー・ワイエスの画集を2冊借りてきたんですけど、アンドリュー・ワイエスっていう画家のことを知らなくてもすごい有名な絵があって、それがクリスチーナの世界っていう絵なんですけど、それだけは見覚えがある人も多いんじゃないかなと思うんですけど、荒涼とした草原みたいなところに女の人が後ろ姿で座ってるというか、ちょっとこう斜めに佇んでるっていう絵なんですけど、それがクリスチーナの世界っていうアンドリュー・ワイエスの代表的な作品なんですけど、その絵に写ってる女の人がピンクのワンピースを着ていて、その逸話がこの画集を読んでいる時に見つけたんですけど、アンドリュー・ワイエスの奥さんとその絵のモデルとなったクリスチーナ・オルソンっていう女性が長年交流があって、絵の中で着ているピンクのワンピースはそのアンドリュー・ワイエスの奥さんがクリスティーナに当ててプレゼントしたワンピースなんだそうです。なので今回編むものはそのワイエスの絵になぞらえてピンク色の何かを編もうかなと思っています。今日は3月28日です。注文した糸が届きました。イサガーのボムリンとイサガーのシルクモヘアを6玉ずつ購入しました。で、編むパターンはこれにしました。このステッチズの本の中に載っているチリーっていうカーディガンに決めました。この本はチリーカーディガンを編みたくて買った本なんですけど、まだ全然編めてなくて、なのでせっかくなので指定糸でもあるイサガーの糸でチリーを編もうと思います。ラベリーのプロジェクトとかいろいろ見てたら結構エラーが多いとかって書かれていたりして、編み始める前に一通り読んだ方がいいよとかって書いてあるプロジェクトもあったりして、あと確かこの本を買った時に動画にしたんですけど、その動画についたコメント欄でエラーありますよねって教えてくれた方も確かいたので、ちょっと一通りパターンを読んだりエラーを
公式サイトで確認したりとかをしようと思います。ちなみにこれって日本語訳のバージョンも出されてるんですけど、多分それはエラーは治ってるかもしれないです。私が買ったのは英文バージョンのパターンブックなので、エラーはそのまま治ってないんですよね。だから日本語版を買った方はまた違うかもっていう話でした。シリーカーディガンのパターンを一通り読んでみて、これは見た目以上にかなり複雑なパターンだなっていうことが分かりました。こういう感じのカーディガンなんですけど、なんかこの見た目的に簡単なシンプルな感じかなってパターンを読む前は捉えてたんですけど、パターン読んでみるとなんで他のプロジェクトでいろいろ注意書きがされてるのかよく分かりました。まずボトムアップのパターンなんですけど、まっすぐアームホールの下までまっすぐ行くわけじゃなくて、実は背中が他の編み方になっていて、あと増えてくんですね、シルエットが。なのでいろんなことを同時進行しないといけなくて、まずこのボタンホールを作るっていうタスクと、あとサイドが増えてくっていうタスクと、あと背中も一回増えるところがあって、さらにこの V ネックを作っていくっていう4つのタスクを同時進行しないといけなくて、それがパターンを最初から後ろに向かって順々に読んでいきながら編んでると間違うので、なんかいろんなプロジェクトでまずは一通り読んだ方がいいっていうのはそれを言ってたんだなっていうことが分かりました。しかもエラー一通りチェックしたんですけど、読んでいてそれ以外にもいくつかちょっと疑問に感じる点があったりとかして、結局表に同時進行しないといけない4つのタスクを表にまとめてみたんですけど、途中まででちょっともう力尽きました。なのでとりあえずスワッチ編んでゲージ取ろうかなと思ってます。で、整理できたところまではとりあえず進んで、そこまで来たらまたパターンを読み解いていこうかなと思います。ゲージが編めました。なんかこの本すごい丁寧なのが、ゲージを測るスワッチの編み方まで書いてあって、これは本の通りに編んだスワッチです。ここが前立ての部分ですね。しかもなんかスワッチの写真も本の中に載ってて、それがほぼ原寸大なのですごいわかりやすいなと思いました。まだ測ってないのでちょっとゲージを測ってみよう。ちょっとこの目数のゲージはスワッチの幅が小さいので5センチでしか測れなかったんだけど、だいたいパターンに載ってる指定のゲージ通りになりました。さすが指定糸。
編み始めて翌日このぐらい進みました。10センチちょっとぐらいかな。この端っこの方がフロントになる部分でこんな感じの模様で、後ろの部分の編み方が違うっていうのはこの辺りのことで、狭まって始まってるのがだんだんこうフロントと同じ模様にこう末広がりになっていくっていう編み方があった。ボタンホールは今2つついたところ、ここ1箇所2本取りの片方拾えてないところありますね。今日はここを直すところからだな。治りました。待って、ここもじゃん。ここも拾えてない。よし、できた。YS の画集編み物の合間合間にちょっとずつ読み進めています。クリスチーナの世界のシリーズの絵は暗いセピア調の色合いで統一されている絵がたくさんなんですけど、その中で赤いゼラニウムが登場する絵が何枚かあって、暗い色彩の中でその赤だけがすごくパッと際立っていて印象的なんですよ。この赤いゼラニウムはかつて YS 本人かまたは奥さんがクリスチーナにプレゼントした花だっていうエピソードがこの画集の中には載っていました。絵の中でパッと赤が映えているのがすごいいいなと思って、私もちょっと絵と同じ真っ赤なゼラニウムを買ってきてみました。編みかけの進み具合はこんな感じ。ボタンホールはもう3つ全部できて、あと前立ての V ネックのところもちょっと始まったぐらいのところまで来ました。今これぐらいです。片方前身頃ができました。だんだんカーディガンの形が見えてきた。事前にチェックシートを作っていた時に、この肩下がりを作っているショートローのところの始まりがよくわかんなかったんですよね。なので前もって読むのはそこまでにして編み始めちゃったんですけど、実際編んでみてもやっぱりよくわかんなくて、いろいろ計算したり、糸を切ってつないだりとか、ちょっと悪戦苦闘しましたが、なんとかできました。
見頃が全部編めました。この後ろのところのこのたるみが綺麗なんですよ。このお正月に子供の頃集めていたボタンを発見して、その中から好きなのをちょっとだけ持ち帰ってきたんですけど、このボタンがちょうどカーディガンの色合いとすごいよく合ってるので、このボタンをつけようと思います。
う